おはようございます。今回は僕の最近のリアルなカバンの中身、持ち物をご紹介していきたいと思います。というのも最近バックパック本体を買い替えたんですよね。まずはこちらからご紹介します。ずっとレザーのバックパックを中心に使っていたんですが、最近はもっぱらこちらのマースティックのナップザックを使っています。軽量ながら、ナイロン製のバッグによくあるビジネスとかアウトドアの方向に寄りすぎないバックパックです。見た目通りの軽さでとても使いやすいんですよね。ナップサックというと身軽な分どうしても背負い心地だとか、あと収納力みたいなところに欠けるイメージもありますが、こちらのマースティックのものは背中のクッションだったり肩当てなど本当に快適に長く使い続けるための工夫がたくさん施されています。中の構造はシンプルでありながら PC 用のポケットがあったりと十分使い続けられるようにはなっていますね。ギュッと口を縛る形なので中の容量に合わせてシルエットが決まっていきます。少なくても、多少多くてもそれなりの見た目になるのはいいですね。メッシュ構造には追加で何か物を入れたくなった時に便利ですし、反射材のテープをはじめとした、ところどころテッキーな印象も最近の気分に合っています。より気分も軽く出かけられるようになりましたね。そしてそれにつけているのは定番のバックハンガークリッパです。やっぱり見た目にも耐荷重にもこれに勝るものはもう10年くらい出てきていないんじゃないかなと思います。ちょっとしたお店に入った時に地面にカバンがつかないように机にカバンをかけておけるようなアイテムです。使っていない時にはこのリング状のアクセサリーのような形で振る舞うことができます。いろんなカラーリングの中から僕はマットシルバーを今使っています。これとあとガンメタリックみたいなブラックシルバーみたいなカラーが個人的には一番いろんなバッグに合わせやすくて使いやすいカラーかなというふうに思います。そして iPhone17 Pro 最新のモデルに乗り換えて特に良かったのはバッテリー持ちの良さです。半年使った今でも健在で、毎日充電する前提なら基本的にモバイルバッテリーが必要になることはありません。正直この17 Pro のデザイン性は未だにそんなに気に入っていないんですが、僕の場合はですね、バックパネルをつけることによってこれをカバーしています。スティのフォンバッグ、 iPhone ケースではなくてフォンバッグなんです。背面だけを保護する形になっています。ケースのようにかさばらないながらも、背面だけ最低限保護できるというポイントですね。スチャッとマグセーフを使ってこの iPhone に固定していきます。レザー調ではありますが本革ではありません。なので、水気が多い場所とかでも気にせず使えるんですよね。そして最近導入した自分にとっての財布がこれ、サテチのウォレットスタンド。これによって僕は完全に財布を持ち歩かなくなりました。お金回りの機能はもう今ほとんどスマホで行ってしまっている分、中にはカードや鍵、お札など本当に保険として持ち歩かなければならないこれらの道具があれば十分かなと思っています。マグセーフなので縦でも横でも着脱をして装着が可能です。やっぱりスマホスタンド便利ですね。さっとスマホを横に置いておきたい時に本当にあるに越したことはないなというふうに改めて感じました。こういった類の製品はいろいろとあるんですが、僕がこのサテチの製品を使っているのはこの見た目の良さですかね。すっきりスマートな印象、レザー調のシンプルな雰囲気がとても気に入っています。僕はこの Apple Watch Ultra のタフな各種性能のメリットをそこまで享受することはないんですが、とはいえですね、やっぱり、子供なのかな、大きめの時計が好きなんですよ。そして画面が平面でチタン素材、このごつさは、本当にファッションとして僕が好みなのでつけているという感じです。お風呂に入っている間だけ充電して、それ以外の間はもう1日23時間くらいは装着しています。時間はもちろんのこと、気温なども一目で確認できるのは結構もう手放せない理由になっていますし、睡眠ログとか、あとアクティビティの測定とか、自分のヘルスケア周りのデータも完全にこれに依存しています。そしてそんな Apple Watch Ultra につけているバンドがノマドのストラトスバンドです。ネオンカラーの差し色が楽しいバンドです。以前はオレンジを使っていたんですが、好きすぎてイエローも買ってしまいました。このカラーだけで言えばスポーツっぽい印象ではあるんですが、全体的にはウォッチの本体と同じようなチタン素材を使っているので、スポーツシーンとかだけでなく日常的なカジュアルシーンでも浮かないんですよね。
高級感とあと程よいアクセント、そしてスポーツシーンへの対応までバランスの良いバンドかなというふうに思っています。腕元のアクセントとしてすごくちょうどよくて気に入っていますね。基本的に毎日持ち歩くパソコン、2年前から使っている MacBook Air M3 モデルです。先ほどバックパックの時にも話しましたが、最近はできるだけ身軽に行きたいということもあって、特にもうパソコンは Air の13インチ以外はちょっと持ちきれないかなというふうに思っています。動画編集とか、あと同時並行で AI 周りの作業とかをすることはかなり増えたんですが、とはいえ M3 チップも、ほぼ僕はフルカスタムをしているので、そこまでスペックに困ることはないですね。ただ、バッテリーに関しては、結構年季が入ってきているなという印象で、もしかしたら買い替えるかもしれないですね。その MacBook Air はドリップのレザーケースに入れています。もうこのスリーブはいろんな MacBook を過去にも入れてきました。かれこれ 6,7 年使っていますね。レザー製という分エイジングはもう十分で、傷も光沢も含めて全て味としてすごくいい雰囲気をまとっているなというふうに思います。使っていない時にもしまう必要はなくて、パソコンの下にデスクマットのように敷いておけるんですよね。他のスリーブもいろいろと試したんですが、意外とこうやって使っていない時にも場所を取らない、収納する必要がないスリーブって選択肢そんなに多くないんですよ。という意味で、僕の持ち物の一群をずっと奪わせないような便利なアイテムなんだなと改めて感じます。サブ端末としての iPad、その重要性が本当に最近は日に日に増しています。これまでのような読書とか、あとはメモを取るための端末としてはもちろんなんですが、本当に僕は最近 AI ツール、例えば Claude とか、あと Chrome、あとはブラウザ上で操作するツールですね。そういったものをもう画面の横に置いて、外出先でもデュアルディスプレイで作業を続行するということが本当に増えてきました。以前の動画でもご紹介したんですが、AI の特にチャットツールは縦型のディスプレイとの相性がいいので、僕は縦で設置しています。そのためのハードウェア部分、アクセサリーとして使っているのがこのピタカの Mag-Easy フォリオです。通常の純正のスマートフォリオだと横でしか、iPad 固定できないんですが、この折り方の工夫によって横だけでなく縦置きもカバーしてくれるような iPad ケースになっています。ケースとしての見た目も、必要な折り目以外はシンプルな構造になっています。Apple Pencil を固定するような、このスリーブというんですかね、もあるので、バッグの中でこのペンシルが外れにくくなるのも嬉しいポイントですね。その Apple Pencil 2種類あるんですが、僕はUSB-C での給電が本当に嫌なので、無線で充電ができるプロを購入しましたが、正直プロの機能ほとんど僕は不要ですね。恩恵を受けてないです。ただ、たまにやっぱり手書きの方が頭の中がすっきりすることは多くて、そんな感じで思考整理するために書いたり消したりしながら使っていますね。続いては細かいものを持ち歩くためのポーチです。僕は基本的にはナイロン製のポーチを使っています。今使っているのは無印良品のガジェットポーチになっています。少し細長めのシルエットではあるんですが、よく使うようなものは十分に入るようなサイズ感です。サイドにメッシュのポケットが2つと、それ以外の部分がメイン収納になっていて、大きめのものから細かいものまでストレスなく収納することができます。ポーチ自体にクッション性が若干あるので、少し繊細な電子機器とかでも十分に保護してくれるんじゃないかなと思います。モバイルバッテリーは最近乗り換えたアンカーのパワーバンク1万 mAh のものです。MacBook Air をもう AI とかをぶん回す影響で本当にバッテリーが持たなくなってきたので、このモバイルバッテリーは本当に毎日のように使っています。それでも日によっては若干足りないぐらい。そんな使用頻度の増加に伴って機動力をモバイルバッテリーにおいても重視し始めました。 3in1 の機能で 30W の充電器、1万 mAh のモバイルバッテリー、そして USB-C ケーブル、これらが全て内蔵で基本的には1台で賄えるようになっています。さっと取り出してもうこれ接続するだけで大丈夫です。1万 mAh だと、MacBook Air だと 3,40% 分くらいは賄える印象です。ただこのケーブルの長さがそんなに長くないです。ということで別で1本忍ばせておくとカフェなどの外出先で便利です。最近購入した CIO のこの平巻きのマグネットケーブルを使っています。
USB-C ケーブルは本当に試行錯誤をしていて、その中でもちょっとメリットがあまりまだねつかみきれていないということもあって、実験的にこの平巻きのケーブルを使っています。パッと手を離すと元の形に戻るということもあって、普通のケーブルに比べて特に綺麗に収納できるんですよね。平巻きなので厚みも出ません。なのでポーチの中でもそんなにかさばらずに入れることができます。これを持っておくと、さっきのアンカーのパワーバンクを充電器として使いやすくなりますし、状況に応じて2台同時にデバイスを充電することもできます。常に戻ろうとする力が働くので、だれたりせずに最小限のスペースでケーブルを通すことができるんですね。またファブリック素材でドライな質感です。長さも 1.5 メートルあるので、先ほど話した充電の用途以外も含めてマルチに使用しやすい長さになっています。そして最近はですね、AirPods Pro がサブイヤホン化してきています。というのも、ファッションの観点でヘッドホンを持ち出すことが増えたんですよね。とはいえノイズキャンセリングとかマイク性能の高さ、また見た目の無難さも含めて、ミーティング用途としてはもうこれが外せないなというふうに思いますし、家の中とかでいろんなデバイスを使いながら歩き回るような場合にはヘッドホンだと単純に頭が重くなるので、イヤホンの方が便利だなというふうに思っています。そういった意味で多分これ1台でも賄えるんだけど、他のヘッドホンを使うにも隙間を埋めてくれるような便利ツールとしての立ち位置に落ち着いてきていますね。僕は仕事柄動画データとか写真データを取り扱うことがめちゃくちゃ多いので、ささっと SD カードのデータを外出先でも取り込むことがあります。そのために使うのがこのアンカーの USB-C の SD カードリーダーです。潔く本当に SD カードおよびマイクロ SD カードのためだけのリーダーですね。最小限のサイズで外出先でも対応できるというので非常に便利です。そしてダイアログノート、先ほど iPad で手書きをするとも話しましたが、なんだかんだやっぱ紙だから集中できることも多いんですよね。もうとにかくざっくばらんに発散していく方向で、物事を整理できるんですよね。ストレスにならないサイズ感で、書く内容を選ばないドット系のこのダイアログノートが気に入っています。ノートカバーもレザー調のものをつけていて、見た目も少し上品にしていますね。ちなみにノートと合わせて使っているのはこのジェットストリーム搭載のラミーサファリ。デザイン性に書き心地が乗っかってもうかなりお気に入りのボールペンです。インダストリアル感のあふれるようなデザインがやっぱ好みですね。透明軸との相性がすごくいいなというふうに思います。ちなみにミンティアも持ち歩いています。ミンティアケース代わりは無印良品のアルミの灰皿です。見た目が気に入ってこれに入れているんですが、なんだかんだお昼を食べた後だとか、あとは昼間とか特に眠気が来てどうしてもリフレッシュしたい、眠気を覚ましたいみたいな時にはここからミンティアを取り出して口に入れています。僕はカメラも持ち歩いています。富士フイルムの XE5 です。日常的にもスマホではなかなかもう物足りないというか、しっかりした絵が撮れるカメラは1台持っておきたいんですよね。富士フイルムの、カメラとしてのこのハードウェアの見た目もそうですし、写真の写りもものすごく好みです。アルミの削り出しなので、その質感の高さが本当に気に入っています。あとこの E5 のモデルからは手ブレ補正もカメラについたので、さっと動画を撮りたくなったシーンでも十分な絵作りができます。レンズをつけているのは、XE5 に合わせるべく登場したこのパンケーキレンズ XF23mm の F2.8 ですね。いやー、このシルバーの合わせがかっこよくないですか？一般的な視野角よりも少し広いくらいですかね。全体の雰囲気も含めて撮るのが得意なレンズという感じですかね。そしてカメラストラップも常につけています。オブジェクツ IO のエッセンシャルカメラストラップですね。レザーなんですが、特にカラーがホワイトであることが僕にとっては大きなポイントです。XE5 のシルバー、ブラックとの相性がめちゃくちゃいいと思います。可愛い雰囲気に仕上がりますね。さっと首にかけるのにも、肩にかけて固定するのにも、そして縛って手持ちにするのにも使いやすいカメラストラップです。この肌に触れる部分というか、ストラップ本体にはクッション性があるのも気に入っているポイントです。その先端にはドリップのフレックストップをつけています。
他のカメラともこのストラップを合わせて使うためには着脱がしやすくなるんですよね。1台ごとにストラップを揃えるのもなかなかもったいないなと思うので、お気に入りのストラップ1つを使い回しやすくなります。カラーはシルバーなんですが、素材は真鍮です。だいぶ経年変化というか色がついてきたなと思います。最近はもう週5で運動をしているので、着替えだとか、事務用品を入れていることは多いです。いくつかフューチャーすると、水筒、こちらは1リットル入れられるようなものになっています。保温性はないんですが、軽量でシンプルなデザインなのが気に入っています。なかなか1リットルの水筒っていうと大きくて重いので、このくらいでいいかなと。そしてプロテインシェーカー、このシェーカーもできるだけコンパクトにしたいなと思って、通常よりも小さめのサイズのものを選んでいます。これによってちょっとではあるけれども荷物の最小化を図っている形です。そして無印良品のブライトニング化粧水 UV 乳液です。今まで割と日焼け対策は怠ってきたんですが、今年こそはなんとか食い止めたいということもあり、化粧水乳液に UV 成分がもうすでに含まれているものを選ぶようにしています。続けるということを最優先に、こちらを選びました。そして折りたたみ傘、クニルプスの U220 というモデルを使っています。クニルプスは折りたたみ傘を初めて作ったメーカーとも言われていて、個人的には特にこの堅牢性が高いなというふうに思っています。そう簡単には壊れない。で、一応こちらは軽量モデルと謳われているんですが、一般的な折りたたみ傘とあんまり変わらないくらいの重さです。むしろ通常モデルがめちゃくちゃ重いです。これに合わせているのが見た目重視でオブジェクト IO のアンブレラカバーです。外観はレザーですごくスタイリッシュに傘を持ち歩けるんですが、中はこういった吸水性の高いマイクロファイバーを使っているので、傘の水分を外に漏れ出させないというような、そういったアンブレラカバーになっています。本当にこれは見た目重視で買ったような感じですね。そしてこういった荷物は少なめに持ち歩いている分、突発的に荷物が増えた時のためにサブバッグも入れています。長らく使っているのがこのコンビニバッグですね。大きく分けて魅力は2つ。1つは収納する時に本当に雑にコンパクトにできるという点です。とにかく小さくまとめていけます。そしてそのまとめた形がめちゃくちゃ小さいので、持ち歩きのコストが少ないんですよね。広げた時のサイズはそんなに大きくないサブバッグではあるんですが、とはいえ日常的な買い物とかそういったシーンでは全く問題ないくらいのサイズ感です。そして最後はナッシングのヘッドホン1です。個人的にヘッドホンはガジェットよりファッションとして選ぶべきというのが持論です。いろいろと悩んで検討した末にこちらを選びました。デザイン性はもう言わずもがなです。ナッシングだっていう割と一目で分かりやすいような見た目になっていますが、少し特殊なこの雰囲気が僕の最近の趣味というかね、テックな雰囲気に合っているんじゃないかなと思います。その他にも触っていて楽しいんですよね。物理ボタンとかそのためにチューニングされた触覚のフィードバックとかも本当に触っていて心地が良いです。見た目とか体験としての心地よさを選んだ形ですね。以上が僕の最近の持ち物でした。軽量性、コンパクトということを謳いながらも、効率だけではないもの選びを心がけています。ぜひ皆さんの何かしらの参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。